私たちは今ここにいます。ワクワク。こんにちは、みつです。今日のお話ですが、何のために今船なのかというお話です。なんで今船が必要なのかっていうお話をしますね。で、私たち日本人というのは昔は633みたいな感じで言われてたんですが、今も幼稚園からいると3年保育園とか幼稚園とかで、そこから小学校6年中学高校、下手すると大学まで行くとだいたい12年から18年ぐらいかけて教育というものを受けます。で、何を学ぶのかというと、みんなと一緒が正しいというのと、一応権威に対する従順さ、先生から教えてもらうね。で、あとは白衣の権威といって、病院の白衣を着た先生の言うことが正しいみたいな感じですよね。で、そういうこと、権威に対する従順さを学びます。あとは勝者によって、戦争に勝った国が歴史を書き換えるんですけども、勝者によって書き換えられた歴史というのを学びます。それを12年から18年かけて、あなたの概念の中に刷り込まれます。でですね、日本という国は世界から見るととっても豊かな国で素敵な国みたいなことを言われてるんですが、明らかにおかしいですよね。豊かですかっていうと全然豊かじゃない。で、概念、書き込まれた概念を変えるということで、昨年起こったパンデミックなんですが、その以前、あれが起こる以前っていうのは、こんな話はゲームの中の世界だとか、あとは映画の中の世界、現実にはないでしょうみたいな話が現実になってますよね。で、ほぼ1年間毎日コツコツニュースの中で言われ続けたがゆえに、今あなたの意識の中ではそのウイルスが猛威を振るってるという概念にもう書き換えられましたね。ゲームの中、映画の中の世界が今現実のあなたの中に書き込まれてると。で、何やらのワクチンを打つと死者まで出ているという状況の中で、この概念を書き換える、実際に、このパンデミックで我々日本人が今やられてるからマスクをする、ワクチン打たなきゃという方向にみんな向いてるっていうのは、概念を書き換えられてるからですよね。その書き換えられた概念を、新たな概念を作り変えるというか、この今ちょっと不自由な現実を自分が生きたいように生きるためにどういうふうにすればいいのかなということで、僕の場合をちょっと話しますと2007年6年7年あたりにこのホーポノポノというのと同時に、引き寄せの法則っていうのも、出てきたんです。引き寄せの法則のビデオの一番最初見た時ですよね。もうこれで自分の人生が救われるとか、もうこれで悩みが解消されて豊かになれるんだっていうことを思って一生懸命引き寄せをやったんですけど、
やっぱりうまくいかないじゃないですか。それにはコツがあってという、そのコツも聞いてもやってもうまくいかない。なんでか、概念の書き換えができないから、感情の扱いが分かんないから、このホーポノポノの中でもホーポノポノの問題の責任を 100% 受け取るというところで感情というのが出てきますけど、うまくいかないです。なのでうまくいかないから、どうやったらうまくいくんだろう、どうやったらうまくいくんだろうと思って、もう一回ホーポノポノを学び直したら船の教えにたどり着いたと。でもうが言ってたように、船の教えを学ばずしてホーポノポノの理解が難しいってモーナは言ったんですけども、今度はちょっと逆になります。ワオポノポノを学ばずして、この船の教えの理解というのはできません。なぜかというと、船の教えを日本語で説いてる人というのがいないんです。なのでワオポノポノはこの船の教えの一部なんですが、ワオポノポノを入り口にして、この船の教えというすごく大きなスケールのものに、チャレンジしていくんですが、本当にもう一部しか今解明されてないんです。ただワオポノポノをやることによって、僕には3つの自己という三位一体というのが今なってます。で三位一体の意識を使うんですけど、三位一体の中のそれぞれに、マナというのがあります。でウニヒピリが使うのはそのマナというのを集める生命力なんですが、ウハネが使うものが、マナマナといって意識なんですね。意識の力で意識を向けたところにエネルギーが流れるという、その力を使ってエネルギーを流す。そしてアウマクアというのがいますが、これはマナロワという、マナを原材料にしたもので、マナロアというのを使うんですけど、これは、祈りを届けたり、誰かに願いを届けたりするために使う意識です。この3つの自己が統合して3つのマナが使えるようになって、その各々の体の中から伸びている赤コードをたどって、ピンポイントで誰かを意識したら誰かに施術をすることができるっていうのが、この船の教えの施術の方法です。これには、ちょっと時間がかかるんですけど、これを見ているあなたが例えば40歳だとすると、だいたい7、8歳ぐらいまでに潜在意識と顕在意識が一緒だったのが分離されるんです。潜在意識と顕在意識、あなたはずっと顕在意識で生きてるんですけども、顕在意識は考える自己、頭の中でいろんなことを処理して、頭の中ではいろんな人物が天使と悪魔みたいな感じでブツ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 喋ってます。でこの切り離された潜在意識というのは、絵とかで見ると氷山の一角 10% が顕在意識で 90% は、見えない状態の意識なんですよ。でこの見えない状態の意識を放置したまんまなんです。でワーポノポノもそうなんですけど、この潜在意識の中には全ての答えっていうのがあると言われてるんです。これは記憶の倉庫、過去の全ての記憶の倉庫というのが潜在意識ですよと。となると、過去の記憶の何かをたどればその中に答えは必ずあります。ただそこにアクセスする方法っていうのが
潜在意識から顕在意識がもう一回二位一体という形で一緒に手を組まなきゃうまくいかないんです。これをたどるための方法っていうのが、今まであなたが40歳だとすると33年35年ぐらいずっと放置してた潜在意識と顕在意識が仲良くなるためには、顕在意識から潜在意識に語りかけていかなきゃいけないんです。でこれを、もうすでに2つの自己3つの自己、潜在意識はいろんな自己がありますんで、いろんな人格が現れるとすると、これちょっと病院に行くと人格障害とか多重人格とか、統合失調症とかいろんなことを言われたり病気にされてしまうんです。だけど、僕が言うスピリチュアルと言われるジャンルに入るんですが、僕がお話しするのは潜在意識といっても、外に向いて何かに向いて、青幕はとか祈りを捧げるとか言っても、祈り浄化というのは全部この中でやってるんです。自分の内側でやってるんです。で瞑想したり内観するというのは自分の内側を見つめてるということをやっています。全部自分の中に答えがあるんです。それをもう一回思い出すようにして、今はオポノポノを学ぶことでフナの教えというのにどんどん精通していくことになりますんで、はオポノポノを学ばずしてフナの教えにたどり着くことは難しいと思います。それもコツと日々やっていくことっていうのが一番大事です。でこれはですね、幼少期の頃からその概念という、幸せに包まれた幼少期時代を過ごした方でない方の方が、辛い思いをした方の方がワポノをやりだした時にはその理解のスピードたるやかなり速いです。で今まで恵まれて育ってこられた方っていうのはもうかなりここのその概念というものでかなりの凝り固まりがありますんで、少し時間がかかりますが、自分の中に3つの自己があるということを最初はもう潜在意識の方に意識を向けて語りかけるようなことから始めていくんですが、その手法というのがワオポノポノの中にありますから、ワオポノポノを学ばずして、フナの教えを、学ぶことは難しいと。概念を書き換えるにはこの方法が一番なので、頑張っても、うまくいかなかった人、この、動画を見られてる、人に施術をする方はこの方法を取り入れてほしいなと。自分のやっている表向きに今自分のやっていることに効果を、プラスさせるには、もう一つのメソッド、愛に問題を置き換えるというこのワオポノポノの、手法というのは効果てきめんですので、ぜひやられてみてください。今日は以上です。はい、私たちは今ここにますワクワクミスでした。ワオポノポノを学ばずしてフナの教えを学ぶことは難しいです。